んにちは。見てください。今日はエディブルフラワーを揃えてみました。エディブルフラワーって何かっていうと、食べられるお花なんだけど、ネット通販とかスーパーとかで買ってきたので、今日はお花をテーマにしたスイーツを作ろうかなって思います。きっかけはね、1個遠いイオンのスーパーに買い物行った時に、このエディブルフラワーが売っててね、いいこと考えた。お花のスイーツ作ろうかなみたいな。ひらめいたのです。ちなみにこれはマグネットね。ということで今日も張り切っていっちゃいましょう。ということで早速作り始めていくんだけど、先に今日作るお花スイーツを発表しちゃうね。本日はこの4つのスイーツを作ることにしました。最近プリンとタルトを動画で作ってないなって思ったから、その2つは絶対作ろうと思ってて、あとはお花スイーツにしたら絶対可愛いだろうなって思うものをチョイスしました。果たして花壇のケーキはうまくできるのでしょうか。ということでまずはお花のマカロンから作り始めてます。今回は難易度が高いお花の形のマカロンを作ります。実はね、1年前にお花の形のマカロンには挑戦してるんだよね。今回はそれをアップグレードさせちゃいます。ドキドキです。1年経ってるんだもん。きっとめちゃくちゃ成長しているはず。今回も白色でやっていきます。よし、じゃあマカロナージュしていきます。変形マカロンを作るときはマカロナージュしすぎないようにっていつも注意してます。よし、OK かな。今日なんか生地の質感がいい感じ。そしたら絞っていきます。緊張するこんな感じどうかな。6個の花びらを絞っていく。いいんじゃない？お花っぽいよ。よし、できた。めちゃくちゃ可愛いんじゃないか？じゃーん、見てー。絞り終わりました。お花の形のマカロンです。一番最初に作ったお花のマカロンに比べて結構この時点でもうお花っぽいんじゃないでしょうか。このぷっくり感がめっちゃ可愛い。やっぱり下書きとかしてないからよく見るとね、形が一個一個微妙に違うかもしれないんだけど、まあなんとかなるでしょうということで、結構綺麗に絞れた気がする。ちゃんとここら辺にね、お花のマグネットを並べて、よりこのマカロンがお花に見えるように工夫してみました。ということで、これは乾燥させておきます。次はタルトに使うクッキー生地を作っていきます。動画でタルト作るのめちゃくちゃ久しぶりかもしれない。動画外ではね、ちょくちょく作ってるんだけどね。この間ココア味のタルト生地を作ったらさ、型から外れないし、頑張って外してもめちゃくちゃボロボロ崩れるしで、結構失敗しちゃってさ、なんでかわかる？ココアパウダー入れすぎたのかな。タルトの土台のクッキーだけじゃなくて、カノンのケーキのレンガの部分のクッキーも一緒に作らなきゃいけなかったんだけど、全然忘れてて、この後追加で2倍量のクッキー生地を作りました。よいしょ。よし。そしたらこれは冷蔵庫で冷やしておきます。そしたら次はスポンジを作っていきます。今回お花スイーツを作ろうってなった時に、お花がいっぱいに詰まったじょうろとか、お花がたくさん積んであるフラワーバスケットとか、他にも候補があったんだけど、私はなぜか花壇をケーキにしようって思ったんだよね。なんとなく一番作るのが楽しそうかなって思って、あとはレンガをスイーツで作れたら今後結構いろんなものを作れそうかなって思ったのも花壇を選んだ理由の一つです。そして生地は緑色が良かったから抹茶味にしました。いい感じ。
生地が柔らかい。やばい、ギリギリだ。なんかこの間友達と一緒にうちでモンブランを作ったんだけど、スポンジ生地作る時にハンドミキサーを使うじゃん。このハンドミキサーでこうやって泡立ててねって友達に言ったら、あ、これやってみたかったやつって言われて、その時にハンドミキサーってみんな使わないのって思ってさ、私からしたら相棒みたいな存在だからないことがありえなくて、そっか、普通の人はハンドミキサーとか普段使わないのかって衝撃を受けました。いい感じです。じゃあ生地を流し入れていきます。トパトパトパ。よし、そしたら焼いてきます。よいしょ。オッケー。じゃあ焼けたー。なんかお山かな。すっごい膨らんでる。プル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 です。めっちゃふわふわそうじゃない？スポンジの波。これは粗熱が取れたらラップをしておきます。そしたら次はプリンを作るので、まずはカラメルを作っていきます。色が茶色くなるまで砂糖を煮詰めていく。茶色くなってきた。茶色くなってきたら一気に色変わっていくからね、要注意です。お、あ、やばい、色変わってきた。ほら、一気に濃くなってきました。そしたら火を止めて、せーの。お皿も入れちゃった。やばい。ちょっとこれやばい。ちょっと大惨事だよ。もうみんな気をつけてね、跳ねるから。私みたいに閉じ踏まないように。よいしょと。いい感じかな。よし、オッケー。見て、お皿、洗うの大変だよ、これ。もう最悪。よいしょー。そしたらね、今日はこのプリンカップで作っていきます。結構ね、高さがあるプリンカップが欲しくて、新しいのを買いました。じゃあ、入れていきます。そしたらこれは冷蔵庫で一旦冷やしていきます。よいしょ。そしたら次はプリン液を作っていきます。前にさ、これ牛乳じゃないよってみんなに教えてもらったからね。あれからちゃんと牛乳を買うようにしてます。結構無知すぎるんだよね、私。450。はい。これは温めてきます。よいしょ。どんどん卵割ってきます。ああ！今卵落としちゃったんだけどさ、この割れで済んでんの奇跡なんだけど。運が良い。プリンを動画で作ったのは去年の秋が最後だと思うんだけど、あれから動画外でね、結構プリンは作ってて、自分好みの理想のプリンを目指して何回もレシピを調整してたんだよね。やっと最近本当に理想の配合を見つけたので、今回こうやって動画で作ってるんだけど、そのレシピは概要欄に載せておくので、よかったらみんなもぜひ作ってみてください。プリンカップから外す喫茶店プリンの理想のレシピはできたので、次は滑らかプリンとかのレシピを研究したいね。理想のレシピって言っても本当に私好みなので、もう少し固めがいいなって思ったら卵黄を足したり、もう少し甘さ控えめがいいなって思ったらグラニュー糖を少なくしたり、皆さんも調整してみてください。そしたらこしていきます。多分2回くらいこした方がいいよね。2回目いきます。よし、そしたらこのプリンカップに入れていきます。空
空気が入らないようにね、そーっと入れていく。よいしょ。このくらいまでさ、高さがある耐熱容器がこの子たちしかいないから、これに入れていきます。このプリン1個につきこの耐熱容器1個使うという。余熱が終わった。めちゃくちゃ贅沢で、アルミをねかぶせていきます。こうやってしっかりアルミをかぶせてここに置いていく。しっかりアルミをかぶせて、よいしょ、よいしょ、オッケー。であとはね、お湯を注いでいくんだけど、ここに注ぐから絶対にこぼすから、ポットに入れてきましたということで、これでもうこぼしてる。これで半分くらいの高さかな。待って、お湯熱すぎたかも。はい、ということでこの子たちは焼いてきます。よいしょ。重い。皆さん、プリンが焼けました。ちょっと1個見てみましょうか。どれ。いい感じです。これは冷やしたいと思います。よいしょ。いい感じにマカロンの乾燥が終わってるので、それでは焼いていきたいと思います。本当にうまく焼けてほしいんだけど、こんなにマカロンたくさん作ってるのに毎回緊張するんだけどこの緊張はいつか消えるのでしょうか。とりあえず焼いてきます。どうぞ。そしたら次はこのクッキー生地を傾いてタルトの土台を作っていきます。これがめちゃくちゃぴったりなんですよ。よいしょ。こんな感じ。ラスト。よいしょ。タルト作るの下手になってないめっちゃ硬い別じゃない？どうかな、そんなことないか、パッと見。そしたらちょっとこれは冷やして後でタルトストーンを入れて空焼きします。今日はねダマンドとかは入れません。じゃーん、見て、マカロンが焼き上がりました。お花は結構形難しいからとりあえずひび割れがないだけでもマジでよかった。ということでこれはね一旦冷ましておきます。よいしょ。そしたら冷やしてきたので次はタルト生地を焼いていきます。の前にちゃんと重りを乗せないとね。よいしょ。じゃあこれで焼いていきます。そしたらねこのスポンジ生地をカットしていきます。ちょっとスポンジ生地でかすぎるからさ、この台の上で直接カットしちゃおう。ちょうど4等分にしたいんだよね。真ん中ここか。よし、 OK。 全然ずれてるこれはまあちょっとカットしようか。やばくない？めっちゃ美味しそうじゃない？ちょっと味見。うまっ。オーブンがすごい頑張ってる音がする。よいしょ。いい感じです。そしたら次はこのスポンジのサクのクッキーを作ります。ちょっとこうやって合わせながらクッキングシートをカットしたので、これを基準にカットしていきます。こんな感じでどうかな。うまくいくかな。うまくいくかは分かりませんと。うまくいくか分からないお菓子作りしか私やってきてない気がする。なんかいつもうまくいくかなとか言ってる気がする。でも本当に心から思ってるからね。うまくいくかどうか分からないお菓子作りという。それもまた面白い。
なんかいびつだな。側面のクッキーは2回に分けて焼くんだけど、このまま板で焼くんじゃなくてレンガみたいにして焼きたいから、こっからね細かくブロックにカットしていきます。これもうまくいくかはわからないんだけど、とりあえずなんとかなるでしょうの精神でやっていきます。私の人生これの繰り返しだからね。研究者とかはそういう精神なんじゃないかな。いろんなことを試して新しいものを見つけて、どんどん技術が発展していくみたいな。私のお菓子作りも本当にそんな感じ。ここからレンガにしていきます。これでカットしたいんだけどさ、この幅がね大きすぎるので、じゃん、どら焼きをひっくり返すように買ったのかな、あんまり覚えてないけど、これでこうやってカットしていくのがいいんじゃないでしょうかと。これもね全部目分量でやっていくんですよ。今ねケーキの味を考えてた。抹茶とチョコレートみたいな感じでしょうか。はい、こんな感じでレンガのブロックに分けました。いい案なんじゃないでしょうか。こっちの方もやっていきます。レンガ同士がくっつかないよね。こんな感じでできた。じゃあこれちょびっとだけ冷やしてから焼いていきたいと思います。なんか面白いね、この光景が。じゃーん、タルトが焼けましたのでこのタルトストーンをまず取っていきます。そしたらこの紙を取って焼き加減はちょうどいいかな。お願い、出てきてくれ。いい感じ。OK。こんな感じなんだけど汚くない？なんか下手になった気がする。わかんない。先を急ぎましょう。とりあえず9分で焼くか。ちゃんと綺麗に焼けますように。多分真ん中の方が先に焼き目つくから9分でやってアルミ乗っけてさらに2分くらい追加でやろうかなって思います。今日の抹茶ケーキのクリームはチョコクリームにすることにしました。てか私今まであんだけケーキ作ってきてんのにさ、抹茶スポンジとチョコクリームを合わせるの初めてかもしれないんだけど、楽しみです。だって抹茶にチョコが合わないわけないからね。美味しそうなチョコクリームができました。これでのっぺしていきます。今日は四角です。やばい、クリーム足りないかも。やばい、ここクリーム全然入ってないじゃん。あかん。やばい、四角難しい。へへ。で、クリームがゆるいな。ちゃんと冷えてなかった？難しいよね、四角いケーキは。とりあえず表面は隠れるから、ある程度汚くてもいいからね、ちゃんと平行になるようにラップをします。大丈夫かな。この間の六角形よりは全然簡単なんだけど、ちょっと汚いな。お相手しましょう。真ん中。これか。はい、できた。これが花壇になるのです。花壇になるのかこれ。残りの1枚のスポンジは後で使うので細かく砕いていきます。カップケーキと違ってさ、このスポンジ生地はしっとりしてるから細かくしづらいのに。はい、できました。ボロボロになった。これ大変だったよ。意外と大変でした。そしたらこれは一旦避けておきましょう。よいしょー。クッキーが焼けました。どうだお、いい感じじゃない？ちゃんと綺麗に焼けてる。こんな感じの細かいクッキーをたくさん作ったの初めてかも。こ
こまでは結構いい感じなので、デコレーションが楽しみですね。緊張するけどね。よし、これでやっていこう。コーティングチョコをモルタル代わりにして、どんどんレンガクッキーを積んでいきます。今日はレンガ職人です。なんか楽しいじゃん。全然サイズミスってるよ、この人。どうするこれ。左右結構はみ出てる。終わった。こうしよう。よし、オッケー。どうする？私はもう一段やりたいんだけど、ケーキがさ、高さ低すぎて、もう一段立てるとしたら、マジで空中になっちゃうんだけど、これいける？さすがに無理だよね。なんか支えがないと無理だ。どうしよう。消えていく。こうやってコーティングチョコレートを直につけたらさ、くっつけすんじゃない？せーの、あ、いけてるいけてる。いけてるよー。私いつから大工さんになったのかな。楽しいなこれ。なんか最近さ、お菓子作りじゃなくてもう図工とかしてるよね。ちょっと押して。お、いいじゃん。見て、レンガじゃない？いい感じなんではないでしょうか。よし、そのまま横の段をやっていこう。横はちょうどいいね。生えてますよ。息止めながらやってるんだけど。こっちの2面ができました。結構花壇になってるんじゃない？ちょっと後でこの表面はね、またデコレーションするからね。見てください。できました。花壇が。ここもガチガチに固まってます。いいんじゃない？結構いいんじゃない？どうかな？そしたらここにさっき砕いたこのスポンジをね、入れていきます。じゃーおー。どうかなどうかな。めっちゃいい感じなんだけど、やばい。いい感じすぎる。そしたらちょっとチョコを塗っていこうと思います。もしかして。このチョコ。うん。あった方がいいか。なんか、レンガっぽくなった気がする。これがチョコ塗ったバージョン。こっちがチョコ塗ってないバージョン。ありの方がいいかも。ということで、チョコ塗っていきます。意外とめちゃくちゃ時間かかっちゃったけど、こんな感じでできました。なんかちょっと歴史のあるレンガっぽくないどうでしょうか。いい感じだと思います。そしたら先にタルトを仕上げていきます。まず赤層にチーズクリームを敷いていきます。やばい、硬すぎると。そしたらね、ストロベリーガナッシュを作ります。いちごガナッシュは本当に分離しやすいから難しいんだよね。そしたらここにガナッシュを流し込んでいきます。半分はこの濃いめのいちごガナッシュを絞って、もう半分はガーナのいちごチョコで作ったピンク色のいちごガナッシュにしました。これをさ、こうやってやったら可愛くないめっちゃ可愛いんですけど、冷やしていきます。ガナッシュが完全に冷え固まったら、最後アイシングでお花のデコレーションをしていきます。どうかな、こんな感じの花柄。ちょっと下手だけどさ、まあいいか。どう？可愛くない？
めっちゃ可愛い。どうしよう。なんか黄色いお花描きたいな。もう絶対いらなくない？雲描いといて。雲描くなら地面も描いた。いいよね。はい、こんな感じだ。お花のチーズタルトが完成しました。イエーイ。絵がやっぱそこまでうまいわけじゃないから、なんかちっちゃい子が描いたみたいな絵になってるけど、それはそれでね、味になってていいかなと思います。まあきっと味は美味しいはずです。そしたらね、次はマカロンを仕上げていくので、シートから剥がしていこうと思うんだけど、これだけね、落としちゃって割れちゃって味見しました。そういえば普段マカロンの中身を見せる機会ってなかなかないなって思ったので、なんかちょうどいい機会だなって思って、ちゃんと中が詰まってるでしょ。よし、じゃあ剥がしていきます。そーっと剥がす。こんな感じです。ちゃんとお花じゃない今回。ね、慎重に剥がしていきます。めっちゃ可愛いんだけど、やばい。そしたらアイシングで1個ずつお花のデコレーションをしていきます。こんな感じかな。どうですか？可愛いですよ。可愛い。そしたらマカロンのアイシングが乾燥できたので、今からクリームを絞っていきます。よし、OK。よいしょ。見て、お花のマカロンが完成しました。かわいすぎる。やばい。なんだこれはって感じ。このお花に合うような器もね、選んでおきました。ということで次行きましょう。よし。次はプリンを仕上げていきます。しっかり冷やしたのでね、型から外していきましょう。よいしょ。こう。お、出た気がする。ちょっと切るの下手すぎて、せっかく可愛いプリンがなんか欠けちゃってるんだけど、ここならまだいけるか。うん、可愛いです。いきます。せーの。あ、こっちは綺麗。こっちは綺麗かも。トップが丸です。よかった。なんだこれ。おう。そこ。よいしょ。よいしょ。見て、プリンダンス。そしたらね、生クリームを作ってきたので、乗っけていきます。玉のとこが隠れるのは良くないよね。このプリンの可愛い断面がみたいになっちゃう。このくらいの量にしとく？まだ洗い出さなくてよかったんだけど、このキャラメルをちょっとかけます。よかった、洗い出さなくて。流しに入れようとしちゃってた。そしたらね、このお花たちを飾っていきます。側面に貼るのも良さそうだし、上に飾るのも良さそうだけど、どうする？側面？上？側面？上？どっちにしよう。側面に貼るのありじゃない？こう。そしたらね、今日はこの黒のピックを使っていこうかな。こうかな。最後にタイマーを乗っけて。じゃあ見て、かわいい。エレガントなお花のプリンが完成しました。イエーイ、かわいすぎる。デコレーション、なんかプリンの良さを殺しちゃってないか心配なんだけど。でもおしゃれじゃない？てかもうプルプルすぎてかわいいんだけど。プリンは普通にお店に売ってるような感じのデコレーションにしてみました。どうかなって感じ。
いい感じですね。そしたらここからはこのくるくる回るやつを使っていろんなお花を絞っていきます。って言ってもそんなにまだレパートリーはないんだけどね。まずは黄色いお花。こんな感じで白と黄色のグラデーションにしてます。いきます。どうかな、こんな感じ。可愛くない？下手すぎる、ここが。吹いてきた。こんな感じどうかな。いいじゃない？いいじゃん。はい、オッケー。そしたらね、ここにデコレーションしていきます。ちょっとね、レンガのとこだけチョコレートをね、赤っぽくして修正しました。まずプリンで余ったタイムをこうやって飾る。タイムをこういう感じで適当に飾ったら、ここにね、お花を乗っけていくので、よいしょ。は、手で触るとさ、バタークリーム溶けちゃうから急いでやる。はい、ここら辺とか。よいしょ。そしたらこの本物のお花も飾っていきます。ちょっとね、時間経っちゃって少しね、傷んじゃってるんだよね。まあ、飾っていこうか。やるじゃないか。最後に塀の周りをデコレーションしていきます。じゃーん、こんな感じで花壇のケーキができました。どうかな？なんか面白くない？なんで私このケーキ作ろうと思ったんだろうね。ということで、こんな感じで花壇のケーキは完成です。イエーイ！まあ、可愛いんじゃないかな。世界に一つだけのケーキだしね。はい、ということで全部のお花スイーツが完成しました。イエーイ！やばい！かわいい！このプリンたちがマジで美味しそうなんだけど、これを目の前にしてまだ食べれないという拷問ですかって感じです。はい、可愛すぎます。これはね、後でお友達とみんなでいただこうと思います。ということで、私はいつも通り、画面外の散らかってるものを片付けて、今日は終わりにします。じゃあまた後でね。バイバーイ。作ったスイーツはお友達とみんなで一緒に食べました。花壇ケーキをお披露目した時に、これケーキなのってみんなびっくりしてくれて、ニヤニヤが止まりませんでした。カットするのめちゃくちゃ大変だったけど、抹茶とチョコレートのケーキすっごく美味しかったです。やっぱり合わないわけがないよね。もうすでに食べちゃってるんだけど、プリンが本当に美味しかったから、よかったらみんなもぜひ作ってみてください。今回も本当に楽しいお菓子作りでした。次はどんなスイーツを作ろうかな。ということで、今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね。バイバイ。